こんにちは、シェア畑菜園アドバイザーの野戸山です。ここでは私がお勧めする家庭菜園に向く有機無農薬栽培を紹介していきたいと思います。今回はですね、10月にですね、栽培を、お勧めする野菜のベスト5の紹介していきます。この時期になるとですね、種の発芽にですね、必要な気温15度ぐらいをですね、下回る日がですね、多くなってきて、だんだん発芽させる、生育させるのが難しくなってきます。寒さに強い品種を選んでください。またですね、この時期からですね始められる野菜もあります。それは春に収穫する野菜ですね。それの植え付けも忘れずにやっていってほしいと思います。ここではですね、そんな野菜の中からですね、いつもと植えてる野菜とですねちょっと違う魅力をですね持った野菜を紹介していきたいなと思っておりますんで、チャレンジしてみるといいと思います。ということでですね、ここではですね、3つの基準で野菜を選び出してます。その基準をご紹介します。まず1番目がですね、希少価値です。あまりですね知られていない野菜なのかどうかとかですね、その中からですねぜひ作ってほしい野菜を評価の基準にしてます。2番目がですね、新しい美味しさやですね味覚、見た目のですね驚きを評価するおすすめ度です。3つ目がですね、栽培のしやすさです。この3つをですね、星の数1から5で採点して、その合計で順位を出して紹介していきます。ではですね、まず5位に選んだ野菜から紹介していきます。それはこの食用の菜の花です。最近はですね、茎ブロッコリーやですね、ノラボーナなどのですね方が人気が高くなっていますけれども、もともとですね菜の花といえばこの菜の花が、元祖なもんで、ぜひこれを、もう一度作ってみてほしいと思います。ノラボーナやですね茎ブロッコリーって甘みが強くて美味しいんですけど、ピリ辛があってですね、ちょっと渋み苦みがあるっていうのが本来の菜の花の味なんですね。春一番にですね、黄色い綺麗な花がわーって満開になる瞬間をですね、作り出したくて、よく植えます。もちろんその途中で収穫もできますから両方楽しめるということで、この、菜の花をお勧めしたいと思います。今ですね植えればですね、だいたい2月頃から花が咲き出して黄色い花がわーって満開になりますので、ぜひ、チャレンジしてみてください。ということでですね、まず希少価値から評価していきます。昔からある野菜なんですけども、意外とですね最近見落とされている魅力なので、星3つとしました。おすすめ度はですね、菜の花が綺麗に咲くのはですね高く評価できるんですけどね、個人的にちょっとですねこの菜の花の苦みっていうのは苦手なので、星2つにしてしまいました。栽培の簡単さはですね高く評価できるんで星4つにしました。ということで合計星9つです。種をまいておけばですね、手間いらずでですねびっくりするほどのですね、大きな株に育って菜の花のつぼみがですねたくさん収穫できて、そして残ったつぼみがですね花になって春楽しめますので、ぜひやってみてください。次にですね4位に選んだのはですね、この日本ほうれん草です。ほうれん草にはですね東洋から伝わってきた日本ほうれん草と西洋ほうれん草がありましてですね、今主流はですね丸葉の西洋ほうれん草なんですね。でもですね日本ほうれん草系の方が冬収穫するならですね甘みが増して美味しいと思います。茎のところがですね赤くなるんですね。この赤い部分がですねすごい糖分が溜まってですね美味しいんですね。これが大きくできるのは日本ほうれん草の特徴なんで、ぜひ日本ほうれん草にもう一度見直して、作り直してみるといいと思います。このほうれん草は西洋よりもですね肉厚でしてね、この肉厚な葉がですね冬の寒さにあってですねすっごい甘くなってくるんですね。缶詰したですねほうれん草の味はですねなかなか、西洋ほうれん草では味わないと思います。ただですね純粋なるですね日本ほうれん草っていうのはですねほとんど手に入らなくて、もうちょっと作りやすくした西洋系との交配種がほとんどですけれども、それでもですねまだその日本ほうれん草の良さが残ってますんで、こういう品種を選んで作ってみるといいと思います。今まけばですねだいたい12月からですね1月一番ほうれん草の美味しくなる頃に、作ることができます。遅れますとですねとう立ちが早かったりしてうまく育たないことがありますんで、この10月を狙って、ぜひ作ってみてください。ということでですね、日本ほうれん草を採点していきたいと思います。まず希少価値ですがですね、作りにくい品種をうまく育てるという喜びがですねここにはあるんで、それを高く評価して星4つにしました。そしてですねおすすめではですね食べた時の美味しさはびっくりするほど美味しいんで、これは星4つです。
栽培の簡単さはですね、土地を選ぶ、土を選ぶ、気難しい性格なのでうまく育たない時もあるので星2つとしてしまいました。ということで合計は星10個です。なかなか発芽が時間かかりますけど、まず初期のですねゆっくり成長をなるべく暖かくして切り抜けて、大きく育ったらですね全部防寒設備を外しちゃってですね寒風にさらすんですね。この1週間寒風にさらした後の収穫するとですねぐんと甘みが増しますので、そういう栽培をしてみてください。3位に選んだのはこの正月菜です。もち菜という呼び方もあります。名前の通りですね、お雑煮に入れるですね葉っぱのことなんですね。この正月菜って言えばですね、名古屋の人ならですね誰でも知っているぐらい有名なアブラナ科の葉物野菜です。お正月のですねお雑煮って昔はですねその土地でですね一番馴染みのあるですね葉物野菜を必ず入れてたんですよね。東京ならですね小松菜ですし、関西の人なら水菜ですよね。北九州なんかの人はですねかつお菜っていうのを使ってたみたいなんですけども、そのようにですねいろいろな葉物野菜を正月にチャレンジしてみるのも面白いと思います。ということでですね、まず希少価値なんですが、知らない野菜にですねチャレンジするっていうのはですねちむどんどんする気持ちですよね。ということで星4つにしました。おすすめ度はですね小松菜より優しい味ですごい美味しいです。ということでですね素直に星4つとしました。栽培の簡単さはですね葉物野菜ですから、実に簡単です。これも星4つです。ということでですね星12にしました。それぞれご当地葉物がたくさんありますんで、そういう知らない葉物野菜にチャレンジしてみるっていうのは家庭菜園の最高の贅沢だと思いますので、是非やってみてください。2位に選んだのはですねこのサラダそら豆です。普通のそら豆はですねこの1つの鞘にですね大きい豆が3つ入っている、タイプが多くて、こういうタイプを皆さん作ってると思うんですが、こちらはですね鞘が長いんですね。20センチぐらいになるタイプのそら豆でして、中にですね豆がですねちょっと小粒ですが6つぐらい入っているのが特徴なんですね。大きくしようとするとですね非常に難易度が上がってくるんですけども、こちらのそら豆ですとですねアブラムシがつく前にもう収穫できちゃうとかですね、すごいたくさん実がついてどんどん春先にできちゃうみたいな、手軽さがあるのでちょっと面白いと思います。それとですね鞘を取って中の皮を剥いて食べる方が多いんですが、ちょっと栗っぽくなるんですが、僕ですね中の皮がですね柔らかいうちにですね柔らかいまま丸ごと食べるのがすごい好きなんですね。そういう食べ方をするならこのサラダそら豆が、実に向くんですね。ということでこれをお勧めしたいと思います。10月に種まきすれば4月になればですねもう収穫が始まると思いますんで、多分収穫量もこちらのそら豆よりもたくさん取れると思いますのでやってみてください。ということでですねこの野菜の希少価値、これはですね昔から別にある品種ですが、今はそんなあまり馴染みがないということで希少価値は星5つということにしました。おすすめ度なんですが、手軽にですねそら豆を楽しめる点とですね虫に合わずに収穫できる、たくさん取れるという点を高く評価して星5つとしたいんですけれども、やっぱり大きい豆じゃないと寂しいっていう人もいるので1つ下げて4つにしました。栽培の簡単さはですね普通のそら豆よりも簡単っていうのがサラダそら豆の一番の魅力なので、これは星4つです。ということで合計は星13個です。そら豆がですね今までうまくできなくて悩んでいらっしゃる方はですね是非この、サラダそら豆にチャレンジしてみるといいと思います。いよいよ最後です。ベストワンを発表します。それはですね、ご当地いちご作りです。各県には必ずですね農業研究所があるんですね。そこの農業研究所で品種改良をして品種開発している野菜なんですね。ということでですねこのいちごはですね都道府県47全てですねその県の、ご当地いちごがあるんですね。ぜひですねいちごの品種にこだわった栽培を、してほしいというのが1位に選んだ理由です。有名なのはですねこの、とちおとめですね。これは栃木県の代表的な、いちごです。そしてですねここにですね豊の花というですねいちごがあります。
これはですね福岡県のですね、農業試験場で生み出されたいちごでして、この豊の花のですね孫がですね今大人気のあまおうなんですね。ですから福岡の人とか九州の人はこの豊の花に挑戦してもいいと思います。ただね残念ながらですね今ほとんどがですねハウスで作られるように開発されてますので、ちょっと作りにくいんですね。露地栽培用のいちごでおすすめなのはですね、日本で最初に生まれたいちごと言っていい宝幸早生というですねいちごがあるんですね。宝幸というのは宝塚で交配した、早生種のいちごという意味なんですけれど、これがですね露地いちごとして50年以上経った今でも大人気のいちごの一つです。もう一つですね、つい数年前にですね東京都がですね開発したですね東京お日様ベリーっていうのがあるんですね。これも露地専用のいちごなので、これもチャレンジしてみると面白いと思います。私は福岡県のあまおうを作ってみたいなんていう人もいると思うんですが、残念ながらですね新しく開発されるいちごっていうのはですね開発者のですね権利がありましてですね一般にですね売られてないんですね。福岡県の農家の人しか配られていませんので、我々がすぐ、手に入れることはできません。とちおとめとかですね豊の花っていうのはですねその権利がですね切れちゃったいちごなんですね。だから我々が自由に作ることができるんです。今植え付けるとですねだいたい5月から6月にかけて収穫できます。露地いちごはですねハウスいちごと違う味と魅力を持ってますので、ぜひ品種にこだわって今年はいちご作りをしてほしいと思います。ということでですね、まず希少価値なんですが、これはですね県によってはですねなかなかですね手に入りにくいものもあるかもしれないんですが、いろいろ探してみると面白いという希少価値で、これを星5つしました。おすすめ度なんですが、自分の知らない名前のいちごを作ってですね、それが甘いのか酸っぱいのか、大きくなるのか小さいなるのかわからないワクワクドキドキ感がですねたまらないと思いますんで、星5つにしました。最後の栽培の簡単さなんですが、ご当地いちごですから、その土地で、作るんでしたらその土地に合ってるはずなんで、すごい作りやすいはずなんですね。ということで星4つにしました。合計は星14です。違う品種をですねいろいろ作って味比べしてみるのもいちご栽培の面白さですので、ぜひチャレンジしてみてください。以上ですね10月に栽培を開始する野菜のベスト5を紹介してきました。これからもですね有機栽培で楽しめる野菜の作り方を少しずつですが報告していっていきたいと思いますので、ぜひですね新しいことに今年はチャレンジして、これからの栽培を楽しんでいただきたいと思います。よろしければですねこのチャンネルに登録とですね、高評価をよろしくお願いいたします。今回はシェア畑サイエンアドバイザーの野手山がお送りしました。それではまた次の機会にお会いしましょう。バイバイ。